こんばんは、新パイロットきよきよです。今日はフライトシムユーザーの中で初心者やシンプルで整理された操作系を求めている方にお勧めしたいハニカムアルファフライトコントロールライトをレビューしていきます。本格的なヨークが欲しいけど5万円はちょっと高い。そんな方のためにハニカムは上位モデルから本当に必要なものだけを凝縮したこのライト版をリリースしました。2024でフライトシムを始めたばかりの方やデスクスペースに限りがある方にとってこのサイズとシンプルさはまさに最適解です。今日の動画ではこのライト版はオリジナル版と比べて果たして買いなのか、その実力を検証していきます。まず紹介に入る前に、今回このデバイスはアタッサショップさんから提供されたものになります。ここはハニカムデバイスを取り扱っている正規の代理店です。他にもハニカムデバイスをいくつか提供していただきました。ありがとうございます。今後複数回にわたってこのハニカム製のデバイスをご紹介していく予定なのでお楽しみに。それでは早速中身を見ていきましょう。同梱物はアルファライト本体、取り付け用のベースプレート、クランプ2個、そしてヨークとベースをつなぐイーサネットケーブルとパソコン接続用の USB Type-C ケーブルです。ここで注目したいのがベースプレートです。上位モデルのアルファと比較した場合、吸着パッドが省略されています。つまり固定はクランプのみで行う形ですね。設置自体は非常にスムーズで、クランプでプレートを机に固定し、本体を乗せて背面の2つのスクリューを締めるだけで完成です。付属のイーサネットケーブルでヨークと本体をつなぎます。最後は USB ケーブルでコンピューターに接続すれば、すぐにゲームコントローラーとして認識され、お好みのシミュレーターで使用可能になります。結構強めに引いてもがっちりと固定されているので、ベースが浮くことはありません。これなら急な機体姿勢の立て直しでも安心ですね。上位のアルファ版との見た目で一番違うのは、ベース部分のスイッチ類と LED パネルがごっそりなくなっていることです。でもがっかりしないでください。ヨークの心臓部、スチール製のシャフトの滑らかな動きは上位モデルと全く一緒なんです。ハンドルの質感もしっかりとしたラバー風でいい感じです。左ハンドルには視点切り替え用のハットスイッチ、昇降打トリム用のボタンスイッチ、そして白いボタン、そして背面にプッシュトゥートークで便利なスイッチがあります。右ハンドルには方向打または補助翼トリム用に使えそうなスイッチ、大きな赤色のボタン、そして小さな白いボタンがあります。ボタンのクリック感も安っぽさはなく、しっかりとしたフィードバックがあります。上位のアルファ版ではトリムスイッチが2つになっていますが、ライト版はトリムスイッチが1つになっています。通常は誤作動防止のため、2つのスイッチを同時に押さないとトリムが動かないようになっていますが、リアリティを少し削る代わりにコストと使い勝手のバランスを取った絶妙な設計です。実際にマイクロソフトフライトシミュレーター2024でテストしてみました。最初はプロファイル設定が必要ですが、一度設定してしまえば操作感は最高です。ボタンマッピングのプロファイルについては概要欄にある公式ページで配布されています。
一般的なコントロール、そして航空機のコントロールの歯車マークを押して適当な名前のプロファイルを一つ作成します。一般的なコントロールの歯車マークを押します。インポートを押します。ダウンロードしたファイルの中でジェネラルコントロールズを選択して開くを押します。正常にインポートされれば成功です。航空機を動かすためのコントロールでインポートをクリックします。今度はエアプレーンコントロールズをクリックして開くを押します。一般的なコントロールがジェネラルコントロール、航空機のコントロールがエアプレーンコントロールになっていれば成功です。私は普段スティック派なので最初は少し敏感に感じましたが、エルロン軸とエレベーター軸の感度設定を少し調整するだけで化けました。エルロン軸については、入力カーブのオーバーライドを押した上で、画面の通りに感度を 25% 程度に下げ、3から 4% ほどに設定します。エレベーターに関しては、感度をロールよりもさらに下げたマイナス 30% ほどにして、同様にデッドゾーンを設定します。こうすることで離陸時に機体が急激に上昇するのを防ぎ、スムーズな操作が可能になります。ヨークの可動域は左右90度ずつの計180度。左右にバンクした後に、ぐぐっと力強くセンターに戻る感覚が心地いいですね。ヨークの動きはシミュレーター内で遅延なく操作することができました。操作感については調整を行ったことで全体的に非常にスムーズに動いてくれました。上下の動きはしっかりしていましたが、左右のバンクは少し軽く感じました。これは普段私がスティックタイプのような片手で操作するタイプで機体を操縦しているので、ヨークタイプの両手で操作する感覚とは違ったものによるものかもしれません。パネルスイッチがないと不便そうと思うかもしれませんが、正直フライト中に触るのってトリムと視点平行の切り替えがほとんど。むしろ複雑なスイッチがない分、操作に迷わず集中できる。これは初心者の方には逆にメリットかもしれません。今、最終の進入です。微調整が本当にやりやすい。はい、タッチダウンしました。この設置寸前のフレア操作が、この滑らかなシャフトのおかげでバッチリ決まりますね。正直に気になった点も言っておくと、ハンドルとベースをつなぐケーブル、常に動く場所なので、ポートへの負担がちょっと心配かなという印象。ここは優しく扱ってあげた方が良さそうです。というわけで、アルファフライトコントロールライトをご紹介してきました。最後に気になるお値段ですが、アタッサショップさんでの国内価格は税込み 34,500 円。フルサイズのアルファが約5万円することを考えると 1.5 万円以上もお得です。余計なものを削ぎ落とし、本質を研ぎ澄ませたこのデバイス、予算重視でありながら操作フィーリングに一切妥協したくない方には自信を持ってお勧めできます。気になった方はぜひ概要欄にあるアタッサショップさんのリンクをチェックしてみてください。次回は同じくライトシリーズのブラボースロットルクワドラントライトについてもご紹介する予定ですので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、良いフライトを。